はい、というわけで加工の方終わりました。こちらでございます。どうでしょうか。いや、非常にかっこいい仕上がりになりました。CAD で設計してるときは、ちょっとくどいデザインかなと思ったんですけど、実際形になってみると、なんかいい感じかなと個人的には思ってます。前回途中やったサスペンションの受けのブロック、ここについてます。今回削った、スイングアームのエンドブロック、そして以前作った鉄の部品ですね。これがこんな感じで合体します。PSF550CNC の Y 軸のストロークが 145mm と、狭いんですね。結構大きい機械なんですけど、Z 軸も結構高め、X 軸もそこそこ大きめなんですが、Y 軸のストロークが 145mm なんですね。この 145mm っていうのは結構小さめで、加工に苦労するポイントなんですね。例えばの話、バイク部品で言うとトップブリッジぐらいならすっぽり収まるサイズなんで、トップブリッジを加工するのは比較的楽にできるんですが、こんな感じで少し Y 軸からはみ出してしまうと、加工が非常に大変になると。今回作りましたこちらのジグ板なんですけど、ここに楕円穴があります通りですね、固定した後テーブルの上でこう移動させるために楕円穴にしてあります。これがストロークが入っていれば、固定する穴とここの穴は普通のザグリ穴で全然 OK なんですよね。ストロークに入りきらない製品のために固定した後にまた移動ができるようにする必要があると。加工範囲に入るところだけ、例えばこうやって見たときに、ここの範囲は加工できるんだけど、ここから入れないからここが加工できないみたいな、ストロークの都合上ここが加工できないから、一旦こっちにずらしてこっちを加工して、それをまたこっちにずらしてこっちを加工するみたいな必要があるために、楕円穴にする必要があったということです。なかなかいいですね。非常にいい形になりました。で、ここにサスペンションがつくわけですね。いいな。非常にいい。サスペンションがここにつくといえば、基本的にツインショックだと左右に1本ずつ
そしてモノショックだと基本的に、まあセンター、車体のセンターにモノショックが1本ついているっていうのが、まあよくあるサスペンションの配置だと思うんですけど、今回私のやつ、サスペンションが左側にえらく偏ったところにサスペンションが1本だけつくということで、確か 3D プリンターで試作をした時の動画に、もうそれこそ山のようにですね、スイングアームがねじれんじゃねえか的なコメントがたくさん入ってたんですよ。それに対して答えたことがないので、今ここでついでに答えておくと、ぶっちゃけ言うと、スイングアームのねじれの問題はそれほど心配しておりません。はい。市販車の中にですね、スイングアームがねじれやすい構造を持った車体ってあるんですよ。何かっていうと、片持ちスイングアームとか呼ばれるタイプのスイングアーム。あれは構造的に結構不利なものとなってますよね。まあ、今更それを解説する必要があるのかどうかはちょっと、あれなんですが、一応解説しておくと、両持ちのスイングアームとプロアームのスイングアームで荷重の分布がどういう風になるのかっていうと、まあ、スイングアーム、両持ちはこうやって持ってます。ホイールからの荷重がかかります。両方のアームで受けますっていうことなんですよ。で、対して、まあ、片持ちスイングアームは、1本のアームで指示しているんですけど、まあ、ここに荷重がかかってくると、1つのアームで耐えないといけない。まあ、これがかなりきついことっていうのはよくわかると思うんですが、高校の頃に片持ち針とか両持ち針とかって習ったと思うんですけど、それを習ったのは僕は工業高校だったからなのか、普通校でもやってるのかちょっとわからないんですが、まあ、両持ち針と片持ち針では、耐えれる力がもう団地なんですね。倍2倍とかでは効かなかったと思うんですけど、まあ、めちゃくちゃ大変なんですよ。プロアームは片持ち針と一緒なんで、スイングアームは非常にねじれやすい構造になってます。それをねじれやすいっていうのは分かってるからこそ、まあ、シャフトの径をやたらとでかくして、シャフトそのものの剛性を上げたり、両持ちスイングアームだとこういう感じの指示、ホイールセンターがここにあって、こういう感じの指示のところを、プロアームの場合は、ホイールの中心から取り付け面をかなりオフセットさせることによって、モノアーム自体を中心に持ってくるようにしてるんですね。これでねじれを極力出さないように抑え込めるようにみたいな工夫がかなりねじ込んであります。に対して、両持ちっていうのはもう気楽なもんなんですよ。両方のアームできっちり持てるっていうことで非常に優位っていうかまあ普通ですよね。これをこうやって持つの普通やというところなんですよね。で、プロアームとかっていうのが生まれてきたのが、まあレースで生まれた構造だったと思うんですけど、ホンダですよね、多分。ホンダが一番最初で、走行タイムを上げるために考案された機構というよりかは、ピットタイムを速くすることによって、最終的にトータルのタイムを速くしようっていう考え方のもとで、プロアームっていうのが生まれたと思うんですよね。両方にアームがないから、片方だけでホイールを指示してるから、ホイールを取りやすい、ピットタイム早くできるんじゃねみたいな感じでスタートされた構造だったと思うんですけど、確か。でも最終的にこういう指示なので、右コーナーと左コーナーで、コーナリングの特性が変わってしまうっていうところを嫌われて、レースの世界からプロアームっていうのはまあ身を引いていったわけですよ。なので、まあプロアームは合成面で不利だから、今、市販車にはよく使われてますけど、まあ主にツアラーとか高級車、なんかこのデザインがかっこいいし、高級感あるし、なのでそういったところで使われてますが、レースの世界では使われてないぐらい、まあ合成に結構不利やということなんですよ。で、今回株のスイングアームなんですが、両持ちを採用してます。なんでかっていうと、片持ちスイングアームを設計できるほど設計力がないのに加えて、まあ、ホイールを、それ用のものを用意しないといけない。手元にあるから WR のを使ってるんで、ね、WR のやつでプロアーム化しようと思ったら、今あんまり言いたくないけど、ハブを削り出すみたいなことになるわけですよ。プロアームしようと思ったら、ハブを削り出して、プロアーム用のハブの形状にするみたいな。やりませんけど、まあそういうことになるわけですよ。大変じゃないですか。両持ちでやらせてください。両持ちでやるということになってます。で、じゃあサスペンションが片方に寄ったことによって、
スイングアームがねじれるんじゃないのかっていうのは、ぶっちゃけた話、プロアームに比べたら、小さな問題とケロは思っております。非常にマニアックではあるんですけど、こういう片方にサスペンションが寄ってる車両っていうのも市販車で、数は少ないなりに出ておりまして、例えば知らないかもしれないですけど、マニアックすぎて、ヤマハの MT-03 と川崎の ER6N、ER6N をベースにした忍者400あたりは、モノショックでありながら、右側にスイングアームが寄った設計になってるんですよ。なので、市販車にもあると。市販車にあるからスイングアームがよじれへんのかって言ったらそういうことではないんですが、それよりも問題になるのは、スイングアームの取り付け部分。スイングアームがねじれるかどうかとかっていうよりも、スイングアームが取り付けられているリンク機構だったり、スイングアームが取り付けられている場所の強度。これが不足する可能性が結構高いかなと思ってます。というのもですね、これがサスペンションやとして、スイングアームのセンターにサスペンションを配置すると、サスペンションのマウントは両側からこういう感じでマウントできると。両持ちできるんですよね。なので、マウントの合成と強度が取りやすいんですが、今回、スイングアームがここ2本あるとしたら、ここについてるんで、両持ちしづらい形状になってます。サスペンションが両持ちしづらい形状になっているので、この取り付け部分の強度、もう合成以前に強度、ちゃんと確保できるのか、ここが重要なポイントかなと思ってます。ねじれるねじれん以前に。そこがね、重要だと思ってます。スイングアーム自体はですね、こういうスイングアーム単体で考えたらここが空いてるからふにゃふにゃしそうですけど、中にシャフト通してホイールをがっちり締め込んでますんで、結構な合成体になるんですよね、スイングアームは。なので、片方にサスペンションがついてるからといって、やたらとこっちに荷重がかかってこっち何もかからへんっていうことにはならないと予想してます。今後の株のスイングアーム企画なんですが、ようやくですね、スイングアームを作るにあたって必要な部材が揃ったということで、溶接組み立ての方に移っていきたいなと思います。まだね、リンクブロックとか、リンクを取り付けるマウントとか、そういうのをやってないですけど、とりあえずスイングアームを完成させると。これぐらいの部材が削り出せるということでですね、卓上 100V の、CNC フライスが使えるのか使えないのか、これはもう使えると言っていいんじゃないでしょうか。仕事で使えるかって言われたらね、それは別の話なんですけど、趣味の部品を作るにあたって、これができたら、上等でしょう。ね。ストロークオーバーがきつかったですね、今回は本当に。なので、そうだな。さっきストロークに入るから比較的楽にできるといったトップブリッジとか、やってもいいかもしれないですね。これが一段落したら。ちょうどですね、RG125 ガンマのトップブリッジ作りたいんですよ。セパハンきついんでちょっとバーハンにしたいんですけど、かっこいいバーハンのトップブリッジとかないし、上にね、マウントしてつける、ああいうのじゃなくて削り出しのね、やつ作りたいなと思ってるんで、そういうのをやってもいいかもしれないなと、なんとなく思ってます。というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。